起用家族がサバンナに偽物の明王朝ティアラを買い与えるために10億ドルを投じると決めた瞬間、私はただ傍観しなかった。会社の流動資産をすべて振り替え、その購入を支援したのだ。私の最初の人生では、本物の霊場サバンナストーンがこのオークションに参加したとき、彼女はこの同じアンティークジュエリーセットに無制限入札をかけると決意していた。私はその悪意ある価格釣り上げに気づき、即座に介入した。必死で彼女を守ろうとした。この品は安っぽいレプリカだと告げ、本当に素晴らしいものを買ってあげられると言った。サバンナは私の心配を、彼女のセンスのなさを意図的に恥ずかしめる講釈と捉えた。彼女は怒りに震えながら会場を飛び出し、車にはねられ即死した。私の養父母、リチャードとベロニカ・ストーン、そして婚約者のプレストン賞は、私を抱きしめ慰めてくれた。ただの不運だ、私のせいではないと。その後、私はストーンカンパニーの株式公開を主導し、リチャードとベロニカをこの地域で最も有力な大物にした。私の結婚式の日、彼らとプレストンは私を誘拐し、線路の上に投げ出した。私の最後の必死の問いかけ、なぜ？彼らの最後の答え、私の体を近づく機関車に向けて蹴りながら、あの日、お前がサビーをわざと恥ずかしめなければ、彼女は死ななかった。これはお前の狩りだ。列車が私を引きつぶした。目を開けると、私はサバンナが無謀な無制限入札をかける日へと戻っていた。1、このティアラに3000万ドル入札します。誰かそれ以上を試してみる勇気は？聞き覚えのある、権利を主張するようなサバンナの声の調子に、私は豪華なオークション会場を見回した。実感が物理的な衝撃のように襲った。私は生まれ変わっていたのだ。オークションは最高額入札者で決まるものよ、サバンナ。なぜ私たちが試してはいけないの？あざけるような声が空気を切り裂いた。ストーン家に戻ってきたのはたった1ヶ月でしょ？そんな大金あるの？今すぐ諦めた方がいいわよ。5000万ドル。この髪飾りが欲しいと決めました。裕福な社交界の女性がサバンナを見下ろし、彼女を挑発した。サバンナの顔は真っ赤になった。彼女は勢いよく立ち上がり、劇的な、誰もが知る無制限入札のジェスチャーをしたどんな価格でも支払って勝つという宣言だ。会場全体が衝撃と興奮のざわめきに包まれた。養母のベロニカがサバンナの腕を引っ張り、心配そうに見せようとした。サビー、ハニー、衝動的にならないで。他にもたくさん素敵なものがあるわ。もっと気に入るものがあるかもよ。それからベロニカの手が私の腕を強く叩いた。アーニャリード、黙ってるの？何か言いなさい。妹に分別を解くべきだってわからないの？前世の記憶同じ平手打ち、同じ非難が心をよぎった。前回、私は悪意と安っぽいレプリカに気づいた。サバンナに泊まるよう懇願したが、彼女は私が彼女のセンスを攻撃していると思い込んだ。彼女は死んだ。ストーン夫妻とプレストンは私を慰め、後に私の罪とみなした行為で私を殺した。列車に押しつぶされる苦痛、骨の髄まで染み渡る憎しみを思い出した。私は拳を握りしめ、ゆっくりと力を緩めた。サバンナの方に向き直り、小さく冷たい微笑みを浮かべた。ママ、パパ私は滑らかに言った。サバンナに償いたいっておっしゃったのはあなた方ですよ。彼女をここに連れてきて、彼女を喜ばせようとしたんです。やっと気に入ったものを見つけたんですから、なぜ止めなければならないんですか？リチャードとベロニカの顔が突然、ぎこちない沈黙の中で凍りついた。サビ、無制限入札っていうのは軽々しくやることじゃないのよ。ベロニカは少し慌てて、言葉に詰まりながら言った。ママが他のものを買ってあげるからね。
サバンナは口を尖らせ、練習したような哀れっぽい様子で涙を浮かべた。ママ、これは私のためじゃないの。ルイスグローバルの社長、ルイス夫人への誕生日プレゼントなの。リチャードとベロニカの目がすぐに見開かれた。サビー、あなたはビビアン・ルイスを知っているの？サバンナは私を一別し、勝利と軽蔑の表情を浮かべて答えた。昨日、ルイス夫人の誕生日柄の招待状をもらったの。彼女がこの明王朝のデザインを本当に気に入ってるって聞いたから。ルイス家との関係を確固たるものにするために、彼女にこれを贈りたいの。リチャードはサバンナの肩を叩き、欲に目がくらんだような表情をした。サビー、君がルイスグローバルとつながりがあるなんて知らなかったよ。たとえ数プロジェクトでももらえれば、ストーンカンパニーは飛躍する。サビー、お父さんは君を支持する。無制限入札をやれ。サバンナの声は大きく、わざとそうしていた。ストーンカンパニーがルイスグローバルに取り入ろうとしているという噂が広まると、企業のライバルたちは即座に反応した。ストーン家がこのような巨大で揺るぎない優位性を得るのを許すわけにはいかない。価格は急騰した。3000万ドル、5000万ドル、1億ドル。サバンナが入札を続けるのを見ながら、冷たい笑いが喉の奥からこみ上げた。ルイス夫人に取り入るために偽物に1億ドル以上も冷やそうと計画するだけでも十分愚かだ。しかし、その意図を会場全体に公言するとは？彼女は事実上、ストーンカンパニーのすべての敵に、あえて彼女に対抗入札させ、そのつながりを阻止させようと誘っていた。彼女は少なすぎることを恐れているのではなかった。ストーン社と同じ上場スロットを争う4、5社の競合他社は、彼らが先を行くのを許すわけにはいかなかった。入札はすぐに5億ドルの大台に達し、もう1社の競合相手だけがまだ粘っていた。オークションの係員がストーン家のテーブルに近づいた。ストーン様、お客様の担保予託金が限度額に達しました。続行するには、予託金を増額する必要があります。この時点で入札を放棄されますと、10% の違約金が発生いたします。サバンナは眉を潜めた。なぜ辞めたら罰金を払わなきゃいけないの？係員は丁重に答えた。無制限入札の規則です。価格にかかわらず、落札品を購入する義務が生じます。資金が不足して放棄される場合、最高入札額の 10% の罰金が課せられます。ついに恐怖がリチャードとベロニカの顔に現れた。我々の全財産はせいぜい5億ドルだ。どうすればいいんだ？リチャードは私に向き直り、声を鋭くした。アーニャ・リード。お前にはまだいくら残っている？今すぐ全部妹に渡せ。私は驚いたふりをして瞬きした。あら、さっきちょっとしたアクシデントがあってね。メインの口座にセキュリティロックがかかっちゃったの。1週間は解除できないみたい。諦めるしかないわね。たったの5000万ドル損するだけよ。私はスマホを取り出し、口座凍結中という一般的なメッセージが表示された画面を見せた。サバンナの目がうつろになった。彼女は突然私の前にひざまずいた。お姉さん、私のことは好きじゃなくてもいいけど、このティアラは私たち家族にとってルイスグローバルへの鍵なの。ストーンカンパニーの全将来に関わることなの。お願い、一度でいいから助けてくれない？頼むよ。サバンナがひざまずくのを見て、ベロニカは完全に我を失った。彼女は手を挙げ、私の顔を直接ピシャリと平手打ちした。アーニャ・リード、この非常な蛇め。妹が無制限入札をしたと知っていて、わざと自分の口座を凍結したのか？今すぐ5億ドルを吐き出せと命令する。さもなくば、この家からも会社からも出て行け。
私の婚約者、プレストン少は隠しようのない嫌悪感で私を見つめた。アーニャ、君は本当に失望させられる。君はサバンナの人生を奪い、長年贅沢に暮らし、彼女がやっと帰ってきた今も、彼女を妨害しようとするのか？君は全くの恩知らずの毒蛇だ。プレストンの大きな非難の声は、即座に周囲の注目を集めた。みんなが奇妙で批判的な目で私を見つめた。私は突然、邪悪な義理の姉、恩知らずの養子、5億ドルも出し渋るハゲタカになった。私は柔らかく、笑いのない笑い声を漏らした。5億ドル？個人の口座にはそんな額ないわと認めた。でも別の方法がある。サバンナは私が折れたと思い、露骨に見下した目つきで私を見上げた。じゃあ、方法があるなら早くやってよ、お姉さん。みんなの時間を無駄にしないで。プレストンは私を睨みつけた。アーニャ、君はサバンナから学ぶ必要がある。君の人間性は私の妻になる資格がない。もしサバンナがあの時、ずっと前に失われていなければ。私は彼を遮り、声を落ち着かせていった。悲しまないで。簡単にしてあげる。私はカバンから事前に用意しておいた2組の法的書類ストーン化との関係を正式に解消する絶縁状を取り出し、養父母に手渡した。この2つの合意書にサインしてくれれば、残りの5億ドルの解決策を教えてあげる。リチャードとベロニカは一瞬呆然とした。アーニャ・リード、我々と縁を切る気か？気は確かか？私は彼らだけに向けた冷たく空虚な微笑みを浮かべた。1ヶ月前、サバンナが戻ってきたとき、あなたたちは彼女に安心感を持たせるため、私に姓を変えるよう圧力をかけた。その瞬間、あなたたちは自分たちが完全な家族だと宣言したのよ。私はただ退場しているだけ。今から私はストーン家とは何の関係もありません。リチャードとベロニカは長々と言いがかりをつけ始めた。恩知らずだ、冷酷だ、20年も育てたのに無駄だった、と。涙を浮かべ、哀れっぽいサバンナが口を開いた。お姉さん、お願い。すべて私の間違いよ。ママとパパに怒らないで。あなたが私をそんなに憎んでいるなら、私はすぐに家を出る。もうあなたの邪魔はしないから。ベロニカはサバンナをぎゅっと抱きしめた。サビー、あなたは私の身の娘よ。出て行く必要があるのはあなたじゃない。サバンナのそうさまけな弱さを見て、躊躇っていたリチャードは私の手から絶縁状をひったくった。彼とベロニカは次々と両方にサインした。アーニャ・リード、お前はこの日を後悔することになるぞとリチャードは吐き捨てるように言った。彼を無視して、私は別の会社の銀行カードを取り出し、手渡した。このカードに5億ドル入っている。ストーンカンパニー進行中の全プロジェクトの流動資産総額よ。これを使えば、会社の資金連鎖は断たれる。方法はあなた次第。使うかどうかはあなたたちの勝手。リチャードは最後の理性が一瞬よぎった。ダメだ。資金連鎖が断たれたら会社は大きなリスクにさらされる。リチャードが言い終わる前にサバンナがカードを奪い取った。パパ、一時的なものよ。ルイスグローバルの支援があれば IPO は朝飯前よ。彼女はカードを係員の手に押し付けた。10億ドル入札します。このティアラは私のものよ。価格が倍になったことで、他の入札者は即座に撤退した。オークショニアは土を見たび打ち、サバンナの落札を宣言した。係員が髪飾りを届けた。サバンナは私を見つめ、勝利と悪意に満ちた目をしていた。お姉さん、今度のルイスグローバルとの提携を円滑にするため、私は CEO を引き継ぐわ。あなたは私の個人秘書になって、私を補佐してね。
私は思わず声を上げて笑ってしまった。偽物のティアラに10億ドルも費やして、私の人生のすべての仕事を奪うのに十分だと思っている。プレストンは私の腕をつかみ、腹立たしげに言った。アーニャ・リード、サバンナの秘書として、彼女の世話をしなければならない。彼女は食べ物に玉ねぎとコリアンダーが嫌いだ。服は手洗いしなければならない。毎日のスケジュールは午前5時までに整理しなければならない。そして自分で処理できるビジネスで彼女を煩わせないように。私は呆れて目を回した。秘書？むしろ彼女の母親になれってことじゃないの。プレストンの顔が険しくなった。アーニャ、まさか CEO の肩書きを病んでいるんじゃないだろうな。忘れるな。サバンナは本物のストーン家の令嬢だ。君は長年ここに居座っていただけだ。これからも会社を独占し続けるつもりか？私は嘲笑した。やめます。会社から離れます。今この瞬間からストーンカンパニーもストーン家も私には関係ありません。サバンナの目が輝いた。お姉さん、会社はもうすぐ上場するのよ。本当に辞めるの？私は唇を薄く微笑みませた。あなたの IPO を興味深く見守らせてもらうわ。プレストンは私を睨みつけ、警告した。アーニャ・リード、高飛車なふりをしようとするな。後悔することになるぞ。私はついに平静を失った。高飛車もクソもないわと怒鳴り返した。プレストンは立ち上がって言い返そうとしたが、突然会場に騒動が起こった。ルイス夫人が来られました。ビビアン・ルイス様、誰かをお探しのようです。私のスマホが着信音で震えた。ダーリン、オークションにいるって聞いたわ。通りかかるから迎えに行くね。ママ。ストーン家は、私が1年前に実母のビビアン・ルイスと再会していたことをまだ知らなかった。ビビアンは私を見つけ歩み寄ってきた。私が立ち上がろうとしたとき、サバンナが突然襲いかかってきた。彼女は私を激しく押し、数段の階段から転げ落ち、床に強く叩きつけられた。サバンナは私の脇をすり抜け、私の母の方へ駆け寄った。ルイス夫人、こんにちは。私はサバンナ・ストーンです。ビビアン・ルイスの表情は冷たかった。彼女は立ち止まり、サバンナを鋭く、頭のてっぺんからつま先まで見渡した。次の瞬間、ビビアンは手を挙げ、サバンナの顔に衝撃的で大きな平手打ちを食らわせた。それからサバンナを乱暴に押しのけ、私の方へ急いだ。サバンナ、これがストーン家が教えた礼儀作法なのか？人に手を挙げるとは？ビビアンは床から私を助け起こした。プレストンはサバンナの側に駆け寄り、被害者への憐れみで目を満たしていた。ルイス夫人、誤解があるはずです。サバンナはそんな子じゃありません。アーニャ・リードがいつもトラブルを起こしているんです。ご存知でしょう。アーニャは陰険で浅はかで。ビビアンはくるりと振り返り、プレストンを氷のように冷たい視線で見つめ、彼の超口舌を途中で止めた。リチャードとベロニカも駆け寄ってきた。彼らはサバンナを一別し、そしてリチャードの手が伸びて、私の顔を平手打ちした。アーニャ・リード、この恩知らずめ。長い間サバンナの人生を盗み、彼女が帰ってきた今も彼女を妨害し、彼女を中傷しようとするのか？少しは恥を知れ。ビビアン・ルイスの顔は純粋な熱い怒りで真っ赤になった。あなたたちは目が見えないの？サバンナが明らかにアーニャを押したじゃない。それなのにそこに立って完全に真実を歪め、私の娘を虐待するの？これがあなたたちが私の子供をここまでいじめ続けてきた方法なの？